オーロボッツフランベやベイチャンネル。おやー、今日の話題はサムネの通りフランベの実力がさらに下がってしまったってことなのだが、いやーその前にこれどうみんなタイタン武器の話って思ったでしょ。違うよ、これなんだこりゃってやつね。最初の話題はね、新発売もガチな武器だけでなく遊び心ある武器な安価も登場させてほしいって思ってね。なんだかくだらない武器あってもいいんじゃないかとふと思ってね。誰も買わないと思うでしょう。いや、これ持ってなきゃクジラさんとは言えないねって言えば買うよ、クジラさん。で、本題。みんなどうだろう。ハンガーフルアクセス以降何も変わってないだろうか。そう変わってないのか。それじゃご視聴いただきありが。いやーフランベはね、変わったよ、大劇的にね。これまでも下手だったが磨きをかけて衝撃をちくんで磨き上げたくらいだね。これ国外オーディエンスの皆さん分かりにくいが、まあいいや、ごめん。まあフランベの実力はひとまずブリーフケースに閉じ込めておいて、前回のアップデによる弱体化、特にモーラなんかの影響もある。これもさておきだが、どうにもチャンピオンリーグとマスターリーグを右往左往してる状況だね。もちろん月初の立ち上がりが遅れたってこともあるのだが、それでも月の後半あたりではじわりと安定するのだが、今月はどうにもだ。そこでここまでのバトルに100回ほどを確認したのだが、勝率にあまり左右されず、全てのハンガーもいろいろ戦力を変更してみての感想。どうにもハンガーの総合戦闘力はこれまでのメイクマッチの判断基準から除外されてるのではないかって感じたんだね。全くないとは言わないが勝手な感想だが、ハンガーフルアクセスによってメイクマッチで評価することが一部問題となるので、その評価基準を単純にランキングベースに置き換えてはいないだろうかってことね。そう感じたのもティア2や3の編成もそれなりのガチ編成でも、敵味方の構成はあまり総合戦闘力に変更なく、しかも構成する敵味方ともにランキングの構成がかなり近しい状況なのだ。過去においては勝率によって徐々に戦闘力高い敵味方とのバトルが増えていく、こんなことが多かったように思える。それが最近では戦闘力というよりも敵味方ともにランキングが高いプレイヤーとマッチし始める、そんな感じだ。なのでガチな編成であったとしても基本的なアップグレードはマーク1程度のフランベ。勝っても負けてもダメージ獲得においては低い数値となりがちで、結果として3位や4位で終えることがしばしば。これでは勝っても3ポイント、負ければ4ポイントマイナス。これではある程度のところでランクは下がっていく状況となる。そうしてチャンピオンリーグの底辺をうごめいていることとなる。まあ実力あれば打破できるのだろうがね。とはいえこれまでの実力はあまり変わらないだろうから、その割には総合戦闘力はフランベよりも随分と高く、ランキングは同程度。こんな敵味方とマッチすることが極端に多くなったのだ。今回については特にランキングでどうだってことではなく、マッチする評価が変わったのではないか、そんなモヤモヤをすっきりとさせたいと考えての話題だ。改めて4月スタートアップでどのような状況となるのか確認してみようと思う。皆さんは何も違和感感じていませんかってことで、そうそう、動画の話題について触れてなかったね。このコンドルのセットアップだが、一つのひらめきへのアイデアとして理解いただきたい。ほら、コンドルって回復力、スピード、内臓武器ダメージ、どれも弱体化でしょう。もうこれで、いやもうこれ鉄くずだから使えねえってんじゃ。運営の思うツボって考えてね。弱体化されたら使わない。まあそれでもいいのだが、何か特徴を生かせることないかってね。そこで14秒間空中を移動できる強み、そしてある程度は耐久性回復力を備えているからね。それなりに無防備な空中攻撃もできるよね。しかも弱体化されたとはいえ、内臓武器はそれなりのグレーダメージも与えられるし、マーク3ボーナスだがタイタンへのダメージ増加もあるしね。さらにはモジュールだがニュークリア積んでるからね。ある程度の時間を生き延びればかなりの攻撃も可能となるよね。そこで安直ではあるが、レールガンで 800m 射程での攻撃、これは使えるのかってやってみたのね。重武器は初期値レベルだがね、決して驚異的とは言えないよね。けれども防御システムを貫通するってとこでニュークリアのスタック次第じゃあるが、マキシマムまで到達できたならこれかなりの火力になるんじゃないかと思うね。どうだろう。これまでのスピードガンガンでのアグレッシブな攻撃から14秒を生かした中長距離攻撃に変更してみるのも一つの方法だろう。まあ
弱体化されたからもう使わないってとこを防ぎたい、そんな思いからです。弱体化されてもまだ使い続ける。そうすれば新発売のぶっ飛びも少しは意味をなさなくなるのではないかと思ってね。いかがでしょう。他にもっといいやつあれば教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。